6年が経ちました。ルミックス S1 を使って大学時代の卒業制作をしてから。当時の僕はルミックスの綺麗な画質、4K でのスローモーション、圧倒的なタフさに憧れて多くの作品制作に励んでいました。そんな僕のルミックス S1 は2年前、当時のオンラインコミュニティのメンバーに引き継がれました。2023年初頭にはルミックス S5-2 シリーズが満を持して登場し、コントラスト AF に加えて増面位操作 AF を搭載し、必要十分なスペックを持ちながらもレンズ2本セットの価格で30万円を切りました。この販売価格には衝撃が走り、購入された方も多いのではないでしょうか。もちろん僕も購入したくさん使用していました。でもやっぱりこれはフラッグシップ機ではないんです。4K は最大でも60フレームで約 1.5 倍のクロップもあるし、細かなボディデザインも決してプロ向けとは言えません。S1 後継機の登場を待つ中、パナソニックはフォーサーズシリーズから最高峰モデルの GH7 を発表しました。正直なところ、もうこの先 GH シリーズを買うことはないだろうと、そう思っていました。フルサイズでマウントを揃えたし、 S5-2 シリーズも持ってるし。でも韓国のチェジュ島に訪れた時、友人が持っているのを使ってみたんです。その時の画質が衝撃的で、やっぱりフラッグシップ機の操作感やファインダーとモニターの美しさに感動しました。 GH7 が搭載するアリログ C3 は驚異的で、その映像美が忘れられず、気がつけば購入していました。 GH7 がいよいよ到着し、開封したその翌日、パナソニックさんが新しいルミックスカメラを僕たちの元へ届けました。それがルミックス S1M2 です。皆さんから単刀直入に聞かれたとします。このカメラをおすすめできますか？仕事でも使えますか？ GH7 のような最高傑作ですか？はい、最高のカメラだと思います。今回パナソニックさんは僕たちにカメラのレビューだけでなくミュージックビデオの制作も行ってほしい、こんな贅沢な依頼をいただきました。このカメラを徹底的にレビューしていくのはもちろんですが、前編ルミックス S1M2 で撮影したアソボイズムさんの新曲ダイブのミュージックビデオ制作も行いました。このカメラの性能を最大限に生かし、アーティストの表現したい思いや音楽を届けられるようたくさんの方々の協力のもと完遂できたプロジェクトとなっています。ミュージックビデオはすでに公開されており、概要欄から視聴できますので、ぜひチェックしてみてください。この動画でもその制作らや実際に撮影した映像を紹介しながら動画を進めていきたいと思います。それではまずはボディデザインから確認していきましょう。ボディサイズは S5 シリーズの大きさがベースとなっており、初代 S1 シリーズと比べても大幅な小型軽量に成功しています。 S5 シリーズと比べて一番大きな違いはモニターです。バッテリーと記録カードを含めて約 800g のボディには写真動画両方で扱いやすいチルトフリーアングルモニターを搭載しており、縦横両方のチルト操作に加えてフリーアングルでの撮影にも対応します。モニター部分が本体から出っ張る構造により HDMI、USB-C ケーブルなどと干渉することも一切ありません。この最高すぎるモニター構造は2019年発売の S1H や GH6、GH7 から搭載しており、そこからさらにモニターを手前に引けるような構造に進化しているなど、本当によく考えられたデザイン設計をしています。左側の接続端子は上からマイク端子、3.5mm ヘッドホン端子、本体給電に対応する USB-C 端子、HDMI 端子を採用しています。並びや端子類については何も問題はありませんが、ルミックスはこの蓋のようなカバー自体の作りを見直すべきだと思っています。他社のカメラに比べてかなりチープでペラペラな質感になってるんです。開け閉めもしにくくて操作をしていて少しテンションが下がるポイントです。そして本体のレックボタンが前面にも追加されました。両面タリーランプが点灯する仕様になっており、動画撮影時の利便性も向上しています。カードスロットは CF エクスプレス Type B と SD カードがそれぞれ1枚ずつ入るダブルスロット構造になっており、最近のカメラ市場ではスタンダードなスロット構造ではあるものの、より高画質で高速な撮影にも対応することができます。さらに電源オフ時にはシャッター幕を閉じることができるようになりました。頻繁にレンズを交換するような自分にとってはとてもありがたくて、センサーへのゴミの付着を予防することができます。ボディの小型化に伴ってバッテリーも BLK22 の小型なものを採用するようになっています。これは S5 シリーズや
GH シリーズとも互換性があるバッテリーで、容量も 2200mAh あるのでそこまで心配はありません。 4K30 フレーム 42210 ビットの撮影で約1時間51分29秒の連続記録をすることができました。もちろんバッテリーチャージャーも付属していて、充電残量の表示や USB-C でも充電が可能なこのチャージャーは非常に使いやすいものになっています。そして操作性においてもいくつかの改善ポイントがあります。 S5-2、S5-2X シリーズよりもグリップがさらに深くなっており、手が滑ってしまうっていうようなことはほとんど考えられないかなと思います。そしてユーザーから声の多かった触れやすくて誤操作が多発してしまう背面上部のダイヤルは、これまでのモデルと比べて奥に入る形となり改善されました。万が一の誤操作も心配不要です。左背面に操作ロックレバーがあるため、一度設定した項目を固定させて撮影することができます。上面軍艦部分のモードダイヤルとドライブモードダイヤルもそれぞれロックすることが可能で、こちらも誤操作を防いだ設計になっています。唯一残念だったのはモニターと EVF の解像度にアップデートがないことです。モニターは約184万ドット、EVF は約576万ドットと、特に EVF は十分に綺麗で撮影時のテンションはとても上がります。ただモニターに関してはもう少し高解像になってほしかったっていうのが正直なところです。これらのボディデザインは一足早く発売された高解像モデルの S1R Mark II ともほぼ同じ内容になっています。総合評価としてはここまでのハードデザインは他にはない使いやすさだと思います。といった感じでボディデザインや操作性について紹介してきましたが、カメラを選ぶ際に大事なのは操作性に加えて中身の性能です。この1ヶ月ほどで僕は S1 Mark II を使用してミュージックビデオの制作や日本での撮影の他にオーストラリアでの撮影など様々な作品やサンプル映像を撮影してきました。1ヶ月ほど撮り終えて今思うのは、やっぱりこの Lumix のカメラというのは画質が感動的です。この S1 Mark II の画質やセンサーがどのように進化したのか見ていきましょう。約4430万画素の裏面照射型 CMOS センサーである S1R Mark II とは違い、 S1 Mark II は約2410万画素の部分積層型 CMOS センサーを搭載しています。この部分積層型センサーというのは、撮像部の上下に高速処理回路を積層配置することによって、従来型の非積層型センサーよりも高速な読み出しが可能になります。読み出し速度が向上したことにより、ローリングシャッターの歪みを抑えた忠実な描写、高フレームレートなどの滑らかな動画記録、AF の合唱速度の向上などが実現します。S1R Mark II は写真も動画も高繊細に作品を撮りたい方向けのモデルであり、それに最適なセンサーとして裏面照射型センサーを採用。一方この S1 Mark II は広いダイナミックレンジと多彩な動画記録を備えて、より速い被写体の一瞬を捉える描写や多彩な映像表現で作品作りを行う方向けのカメラです。それに最適なセンサーとして部分積層型 CMOS イメージセンサーを採用しています。 S1 Mark II と S1R Mark II のローリングシャッター現象の違いはこんな感じです。確かに S1 Mark II の方が少ない印象を受けます。一方写真の解像度を比較すると、やはり高解像モデルの S1R Mark II の方が改造しており、動画撮影も 4K、6K に加えて 8K の撮影にも対応します。しかし連写などの高速処理には違いが出てきて、同じ速度のカードで画質優先14ビットの秒間15コマのメカシャッター連写で比較をすると、連写終了からカードへの書き込み、回復までの時間はやはり S1 Mark II の方が当然ながら早い結果となります。これらの新開発センサーにより、以前の S1 シリーズと比べて多くの部分で大幅にアップグレードをしています。動画性能は最大 6K30 フレーム、5.1K であれば60フレーム10ビットのセンサー全域記録を実現します。これはカメラが持つ3対2のセンサー全てを活用した記録となり、従来の16対9の大きさよりも縦の幅で多くの情報を記録することができます。それにより編集時に画角を変更したりなどの柔軟性の高いワークフローが可能となります。そして皆さん、ついにね 4K120 フレームに対応しました。16対9、通常の 4K だけでなく17対9のシネマ 4K、 いわゆる DCI4K や 2.4 対1のシネマスコープ 4K でも120フレームの撮影をすることができます。
これによりようやくルミックスのフルサイズカメラでも 4K 撮影が最大5倍のスローモーションを実現できるようになったのです。これは本当に待望の機能であり、多くのルミックスユーザーが待ち望んでいたことですよね。しかし 4K120 フレームでの撮影時はオールイントラでの収録には対応せず、それぞれで画角のクロップが生じてしまいます。フルフレーム範囲で撮影する場合、シネマ 4K120 と120フレームは約 1.17 倍、4K120 と100フレームであれば約 1.24 倍のクロップです。APS-C クロップモードの撮影時は 3.3K で120と100フレームで約 1.06 倍となります。フルフレーム範囲のフル HD であれば最大240フレームでの撮影も可能になっています。この時も約 1.21 倍のクロップが生じますが、個人的には両方とも許容範囲かなと思っています。ただシネマ 4K と CS4K であれば最大96フレームまでクロップなしで撮影することが可能です。ミュージックビデオでもこの機能をたくさん使いました。特に水中でのスローモーション撮影時には高フレームレートをたくさん使用していたんですが、一通り終えた今言えることとしては、多少の制約はあったとしても多様な表現が実現可能であることの方が大事だと僕はそう感じています。たださらに制約はあります。クロマサンプリングが 422 ではなく420になってしまうんです。オールイントラで収録できないということもあるんですが、 4K24 フレーム 42210 ビットの最高画質を比較してみると明らかに画質の劣化というのが生じてしまっています。 S1M2 が 4K 撮影時に制約なしで最高品質を得ることができるフォーマットというのは 4K60 フレーム42210ビット 800MB/s のオールイントラとなります。一応 GH7 のように Apple ProRes RAW や Apple ProRes でのカメラ本体内部での記録が可能です。 MOV のオールイントラよりも ProRes 422での記録をお勧めしたいです。 5.8K24 フレームでも約 1Gbps の大容量となってしまいますが、プロレスデータはとにかく画質が良くて高品質な映像を記録することができます。これ明らかに通常の撮影よりも綺麗に撮ることができるんです。ただプロレスやプロレスローの場合はフレームレートが制限され、最大で C4K60fps となってしまうのは一つ注意ポイントとなります。それ以外にも全19ページに及ぶ様々な動画記録フォーマットを選択することができます。ただあまりにも多いのでどこにあるかわからなくなってしまいやすいんですが、それぞれの項目を絞って表示することも可能です。おおよその記録可能方式をジャンル分けするとこのような形となります。どうでしょうか。ここまで多くの解像度、フレームレート、ビットレートを選択できるというミラーレスカメラはそう多くはないんじゃないかなと思います。動画の画質を判断するには解像度だけではありません。ダイナミックレンジも非常に重要な項目になります。ダイナミックレンジとはカメラが一度に記録できる最も暗い部分から最も明るい部分までの明るさの範囲を示しています。これが広いほど階調が豊かで白飛びや黒つぶれを抑えて撮影をすることができます。S1M2 は Vlog 撮影時において ISO640 と ISO5000 がデュアルネイティブ ISO となるベースの感度となり、この2つの ISO での撮影時が最もダイナミックレンジが広い数値となります。S1R Mark II は通常時で13プラスストップで、S1 Mark II は通常時で14プラスストップのダイナミックレンジとなります。ですが、ルミックスの特別な機能、ダイナミックレンジ拡張をオンにすることで S1R Mark II は14プラスストップ、S1 Mark II においてはダイナミックレンジブースト機能により、ルミックスカメラ初のなんと15ストップのダイナミックレンジを実現します。少しややこしいのが S1R Mark II はダイナミックレンジ拡張であり、 S1 Mark II はダイナミックレンジブーストというところです。これは全く異なる機能であり、 S1R Mark II のダイナミックレンジ拡張とは単にログ撮影時に13プラスストップからより広範囲な14プラスストップへ拡張できる機能となります。一方で S1 Mark II のこのダイナミックレンジブーストとは、ログ撮影時にイメージセンサーの低 ISO 回路から生成するハイライト確保の優先の画像と高 ISO 回路から生成する低ノイズ優先の画像の2つを1画素ごとに光量に応じた合成比で合成することにより、低ノイズと高飽和の特性を持った階調豊かで滑らかな HDR 撮影を実現することができるんです。実際に比較をしてみました。確かにブーストをオンにした方がダイナミックレンジが広く収録できているのが分かります。ただしダイナミックレンジブーストをオンにするとフレームレートは最大 30fps に制限されてしまいます。 GH7 ではダイナミックレンジブーストが全 ISO 感度で使用できるのですが、この S1 Mark II は ISO1000 以上からの選択となるので、それなりに制約が生まれてしまいます。消費電力も上がってバッテリーの消耗も速くなるっていうところには注意が必要です。さらにダイナミックレンジブーストをオンにすることでローリングシャッターの歪みが増加します。オンオフで
比較をするとそれなりに違いは見られます。そしてこのローリングシャッター現象というのはカメラの読み出し性能によっても異なってきます。 S5M2X とも同条件で比較をしたところ、やはり S1M2 の方が歪みが抑えられている印象です。 S1M2 ではダイナミックレンジブーストが有効な場合、 Vlog のベースの ISO 感度は ISO1000 となります。そこから他の感度でも確認したところ、 ISO8000 の値でもプレビュー時にノイズが明らかに減ることが確認できます。しかしこの実際の撮影データを取り込んで見てみると、そこまで大きな違いというのはありませんでした。いろいろとトレードオフ関係はあるものの、ここぞというシーンで S1M2 ではルミックス史上最も広い階調である15ストップのダイナミックレンジで撮影することができて、圧倒的なカラーグラデーションのあるルミックスカラーを最大限に堪能することができます。高画質であればあるほどいいのかと言われると、そういうことではありません。その高画質を打率よく撮影させる機能というのが非常に重要になってきます。 S1M2 では他にも多くの新機能が搭載されました。 AI 技術を採用したオートフォーカス性能はリアルタイム認識 AF との組み合わせでより多くの被写体を認識することができます。今回から新たな認識モードとしてアーバンスポーツが追加されました。これはダンス、スケートボード、BMX、パルクール、ストリートフットボールの5種類のシーンにおいてアスリートを優先して認識させることができます。瞳、顔、体認識のモードと比較をしても認識精度がしっかり向上しているのが分かります。ブレイクダンスなどの激しい動きにおいて上下反転したアクションなどでも胴体をしっかりと認識させることができていました。僕自身これまで過去に何度もブレイクダンスの撮影をしてきましたが、さすがにこの機能は試さずにはいられませんでした。僕自身も好きな技を思う存分することができて、カメラはしっかりと被写体の動きを捉えることができ、撮影者はカメラワークに完全に集中することができるはずです。認証対象が増えただけでなく、瞳や顔の検出性能が向上し、人物や動物などをしっかり捉え、被写界深度が浅いレンズでも問題なく撮影をすることができました。しかもかなり暗いシーンでも瞳を捉え続けて撮影ができていたんです。ただ実際に確認すると、一部のクリップではフォーカスの迷いも確認できたため、暗所暗い場所でのオートフォーカス性能はそこまで完璧ではないんじゃないかなと思います。ルミックスの AF 性能は本当に向上しました。ただ僕の不満点としては、人物認識の際に瞳認識だとしても顔全体のトラッキング表示がされるということなんです。動物であれば瞳だけのトラッキング表示になるんですが、現時点では人物認識の場合、顔全体の枠表示になって撮影にこれが邪魔で結構集中しにくかったんですよね。ちょっとここをね、早めに改善していただきたいです。そしてもう一つあります。 AI 被写体認識で対象を選ぶ際にオートがないので、被写体に合わせて自分で設定を変えていく必要があるんですね。愛犬だけを撮りたい時と人物だけを撮りたい時など、撮影時に複雑に心境が変わっていきます。そういった時にその都度最適な設定に変えていく必要があるっていうのはちょっと手間に感じてしまいました。そして 4K120 フレームやセンサー全域記録の60フレームでの撮影時は AF の被写体認識が動作しないので、そこもね結構不便には感じてしまいます。一方、ルミックスカメラといえば強力な手ブレ補正性能が有名ですが、電子手ブレ補正でクロップレスモードが追加されました。広角側での歩き取りなどの際にクロップをせずに周辺の歪みを抑えることができます。さらに S9 から先行搭載されたハイブリッドズーム機能が S1M2 シリーズでも同様に使用することができます。これはレンズの光学ズームとカメラのクロップズームと組み合わせて望遠効果を高めることができて、ズームレンズのみで操作が可能になっています。写真撮影性能で言えば最大で秒間70コマの電子シャッターによる連写撮影が可能です。画質優先の設定をすれば秒間60コマまでは14ビットのロー写真を記録することができます。メカシャッターの場合は最大秒間10コマの連写撮影も可能です。そしてルミックスの高度な手ブレ補正機構を生かして複数枚の写真を撮影し合成処理を行うことで9600万画素相当の手持ちハイレゾ撮影を撮影することもできます。これはただの合成処理とは済ませられない実用的かつ高クオリティな高画質写真を撮ることができます。さあ、ここまででかなりね、このカメラについての理解が深まってきたんじゃないかなと思います。より高画質でより高性能な撮影を可能にすることが分かってきました。
この S1 シリーズというのは S シリーズの中での頂点にあたるモデルになっています。それはプロのような撮影現場でも問題なく仕事ができる、そういった機種を指すんじゃないかなと僕は考えています。このカメラの機動力や耐久力、実際の使用感というのも皆さんにお伝えしていかなければなりません。実際に長時間収録がどのくらいできるのかというのが気になって一晩録画し続けてみました。4K60 フレーム 42210 ビットの撮影でなんと15時間以上もの間一度も停止せずに撮影ができていました。途中で自分で切り上げましたが、まだまだ十分録画できていたんじゃないかなと思います。そして今回のミュージックビデオでの撮影において一番驚いたのは夜のシーンです。4K60 フレーム、要はスローにしたかったのでシャッタースピードを100分の 1、ISO5000 にしても本当に綺麗な映像が撮れました。ただ多少のノイズは出てしまいます。しかし僕的にはこれは嫌なルックではなくて、ノイズ処理とかを編集ソフトでかけてあげることによって十分に実用的に使うことができました。僕としてはこのベース感度が ISO5000 というのが非常に使いやすかったんですね。正直東京の夜っていうのはもう十分に光量があると思うんです。ISO1 万以上などの高すぎずに、そして低すぎないこの ISO5000 というのが非常に使いやすいところだったなと感じています。まだまだ嬉しい改善ポイントがたくさんあります。まずは写真動画の独立設定です。これは新しく追加されたメニュー項目で、写真動画モードの切り替え時に設定を引き継がないようにすることができます。そして常時プレビュー問題も解決したんです。ほとんど。これまでのルミックスカメラではオートフォーカスを合わせる際に露出が極端に変わってしまって実際の明るさがいまいちよくわからないという写真の撮りづらさっていうのがあったりしていました。このような挙動が改善され快適な撮影ができています。しかしまだ特定の環境では起きてしまっています。写真のアスペクト比が狭い場合や動画撮影モード時での半押しなどはこの挙動が現時点でも見られます。もう一つ嬉しい改善点として常時プレビューがデフォルトでオンになったことです。これまでのルミックスカメラではこの常時プレビュー項目が購入時はオフになっていたので、写真撮影時に自分で設定しても露出が変わらなくて、撮影した写真をプレビューしないと実際の露出がわからないような設定になっていました。これは星空を撮るときとか一定の露出を確認した場合などにはありがたい機能にはなるんですが、シーンっていうのはかなり限られていると思います。僕は初めてルミックスカメラを買った時に当然このことについて何もわからなかったので、写真撮影そのものに対して苦手意識を持ってしまったんです。もし仮にね、この動画を見ているルミックスユーザーの方々の中で思い当たる節がある場合は、ぜひね、ここの設定を見直していただければなと思います。ただね、これらのことが S1M2 シリーズでは何も心配いらなくなりました。他にもフォルスカラーの搭載も大きなポイントです。ミラーレスカメラでフォルスカラーをね搭載してくるとはさすがルミックスですよね。このフォルスカラーというのは簡単に言うと画面内の露出が色分けされて最適な露出を確認できるような機能になっています。ピンクや緑が適正露出に近い値となり、赤や紫になってしまっている場合は白飛び黒つぶれなどの危険性があるため注意が必要です。またルミックスのカメラはずいぶん前からオリジナルラットをカメラに取り込むことができます。今回撮影現場でラットを専用に制作をしてカメラに取り込んでルックを確認したりしていました。フォルスカラーの表示も合わせて非常に役に立ったし、ヒストグラムだけでなく波形などのウェーブフォームも表示することができます。撮影時に知りたい情報を同時に全て確認することができるんです。ちなみにフォルスカラーの見方がわからなければその都度設定メニューからガイドを表示することができます。このあたりのね親切さにはやはり嬉しくなりますよね。でもこれなぜかね英語しか表示されません。その他別売りの XLR マイクロフォンアダプターの使用で32ビットフロートで音声を収録することもできます。ただし改善されなかった本体設計も一部あったりします。まずは動画撮影時のレッグのズレです。これは録画ボタンを押してから開始するまでわずかな遅延があるんです。これは停止をする際にも同様に起きてしまいます。全体的に動作がもっさりとしているような印象を受けます。さらに録画開始前にモニター上に著しくノイズが発生しやすくなっていて、録画を開始すると綺麗なプレビューを得ることができるんですが、特に夜はノイズが目立ちすぎて使い物にならないなと判断してしまって撮らなくなってしまう可能性が非常に大きいんです。撮影を開始してみないと実際のノイズ感というのがわからない仕様になってるんですね。ここは本当にね改善していただきたいポイントの一つです。いかがだったでしょうか。ルミックス S1M2 非常に正当進化をしました。本当に気に入ってるし、これなら問題なく多くの方におすすめができそうです。でもなんというか6年間も空いたんです。その間に他社メーカーも魅力的なフラッグシップカメラをすでに出しています。価格はどうなのでしょうか。ルミックスの直販サイトによると税込み45万5400円とのことです。値段だけを見ると高額なカメラに分類されますが、性能とハードウェアの完成度から考えると比較的安価なようにも思えています。
他のメーカーに比べてスペックに対して安く入手することができて、個人的にはとても魅力的に感じています。非常にバランスが取れていて価格も良くて正当進化をしている。でもなんかすごく驚くような圧倒的な機能がないような気がしているんです。僕が過去にルミックスのカメラを購入した時、いつも驚くような機能がありました。ルミックス GH5 はミラーレス一眼で世界初の 4K60 フレームを実現した機種です。ルミックス S1、こちらも世界初フルサイズミラーレスで 4K60 フレーム記録を真っ先に実現していました。その後に登場したルミックス S1H なんてどうでしょう。ミラーレスカメラで初めて Netflix の承認カメラリストに追加された機種です。ルミックスの最高峰モデルたちはやっぱりこうであってほしい。これが僕の本音です。冒頭に僕は話しました。去年の夏、韓国のチェジュ島で GH7 のアリログ C3 に感動したと。今回のこのタイアッププロジェクトの打ち合わせの際にダメ元で聞いてみたんです。もしかするとこのアリログ C3 って S1M2 シリーズに対応予定ですかと。すると担当者の方はこう答えました。はい、全機種に対応予定です。僕個人としてはこれが最大のサプライズであり、最大に喜べた機能かもしれません。映像業界の頂点のような存在であるアリのログがルミックス S1M2 シリーズで使用できる。しかもフルサイズで。数年前の僕には全く予想ができなかった。これは事実なんです。このアリログ C3 の搭載は GH7 の開発前、ルミックスの開発チームが1年以上かけて行った大型プロジェクトだったらしく、実際にドイツ・ミュンヘンのアリ社を訪れてアリのカメラと GH6 を並べて比較撮影をし、画質チェックなどを共同で行ったそうです。画質開発を担当した佐藤さんは、アリ社でなければここまで強い思いを持ってプロジェクトに取り組めなかったかもと話されています。そうですよね。絶対に簡単ではない、多くの苦労があっての実現だったはずです。アリという存在が作ったアリログ C3 をルミックスに搭載できたということは、ルミックスユーザーとして非常に喜ばしく誇りに思えることですよね。すでに GH7 には実装されており、 S1M2 シリーズでも6月以降優勝のファームウェアアップデートで使用可能になるとのことです。優勝ファームウェアの価格は約33,000円です。高価なんですけど、初代 S1 なんて Vlog の搭載に2万円程度のライセンス費が必要でしたから。これだけてんこ盛りな S1M2 とこの S5M2X の性能差が比較的大きいように感じています。もう少しこの中間に当たるような機種があってもよかったんじゃないか。そんな中でホットなニュースがもう一つあります。S1M2 シリーズにもう一つのモデル S1M2E が同時デビューします。簡単に言えばこれは S1M2 シリーズのボディに包まれた S5M2X です。S1M2 のようにダイナミックレンジブーストや 4K120 フレーム撮影は使用できません。4K60 フレームでも APS-C クロップが適用されてしまいます。ですが AI 技術を採用したオートフォーカスや Apple ProRes RAW など S1M2 シリーズ同等の機能が一部使用することができます。それに加えて CF エクスプレスを使用できるカードスロットの搭載、フリーチルトモニターの活用やタリーランプの表示など、やはり S5M2 シリーズよりも使い勝手のいいカメラにはなっています。そして S1M2E ではアリログ C3 にも対応します。こちらもまだ使用することはできませんでしたが、問題なくルミックスの綺麗なカラーで写真や動画を撮影することができるはずです。価格はメーカー直販サイトによると35万6400円です。わかりやすく S1M2 シリーズの価格を並べるとこのような違いになります。ルミックス S5M2X の価格は27万4230円です。価格差は約8万2000円程度。S1M2 シリーズのボディデザインの完成度は非常に高いので、選択する価値は大いにあるのではないかと感じています。一方でどれだけ高性能なカメラボディに仕上がったとしても、レンズが優秀でなければボディ性能を 100% 引き出すことはできません。この S1M2 シリーズの標準となる新しい万能レンズが登場します。S2460mm F2.8 です。S プロラインではありませんが、多くの方が持つべき標準ズームレンズとなります。F2.8 の明るさで 2460mm という焦点距離をカバーしつつ、重さは 544g の小型軽量設計になっています。最短撮影距離は 0.19m で、最大撮影倍率も 0.3 倍と非常に扱いやすいレンズとなっています。
さらにオートフォーカス時にフォーカスリングがコントロールリング化されて、好みの設定をカスタマイズすることが可能になりました。レンズを回すだけであらゆる設定を即座に変更することができます。そしてレンズの本体にファンクションボタンも追加されています。これは写真と動画モードでそれぞれで機能を割り当てることができます。例えばハイブリッドズームなどを割り当てるととても便利です。S Pro シリーズではないものの十分な解像度と描写性能を持っており、これ1本あればあらゆる撮影に対応することができます。レンズ自体が防塵防滴仕様でもあるので、撮影環境にもあまり左右されず、映像制作者にとっても嬉しいブリージングを抑制した構造になっています。最大 60mm というのは物足りなくなるかもしれませんが、それこそルミックスにはハイブリッドズーム機能があります。最大3倍まで対応させた場合、写真撮影では24から 187mm、4K の動画撮影であれば24から 93mm のレンズとなります。この使いやすさでいて、メーカー直販サイトによると約13万円です。ルミックスユーザーだけでなく、多くの L マウントカメラユーザーにお勧めできる一本となっています。しかし、ルミックス最高品質の光学性能を持つ S Pro ラインについては2020年以降未だに更新がありません。この S Pro レンズの描写力は本当に一級品で、落ち着いて透き通った空気感、高品質で生き生きとしたスキントーン、深みある新緑のカラー、その場にいるかのようなリアルで美化しすぎないコントラスト、どれも本当に僕が好きな画質です。しかし S Pro レンズの欠点は大きくて重すぎるというところです。 50mmF1.4 や 2470mmF2.8 はともに 900g を超える重さになっています。S5 Mark II シリーズの登場前後でルミックスは小型軽量なラインのレンズを市場にたくさん投入しました。ルミックスのフルサイズミラーレスは小型軽量にコンセプトを徐々に変えつつあると思います。そうであれば S Pro レンズももっともっと小型化されるべきです。ここに関してはあともう少しだけ待ってみたいと思います。最後になりますが、この動画を制作するにあたって自分の過去の動画を振り返っていたんです。 YouTube を始めた2019年にルミックス S1 を購入して6年という同じ月日が経ちました。この6年間で随分とカメラ市場というのは成熟してきたように思います。 4K120 フレームで撮影できるカメラはほぼ全メーカーのラインナップにすでにあるし、高画質を記録し続けるためのセンサーやエンジンの開発も著しく発展してきました。S1 Mark II シリーズは僕の中では劇的な進化を感じることができたし、とにかくこのプロジェクト全体をとても楽しむことができました。ただ今後これ以上の感動とか性能の進化を感じ取って感情的で喜びのあふれるレビュー動画を作れるのかと言われると、正直あまり自信がありません。でもそれは言い換えると、この S1 Mark II という機種はある意味それだけ完成したモデルとも言えるんじゃないかなと思っています。ルミックスが苦手だったオートフォーカスをほぼ克服して最大 4K120 フレームの動画撮影にも対応、写真撮影も秒間60コマまで画質劣化を防いだ性能を持ちながら、強靭で耐久力のある便利で扱いやすいボディデザインに仕上げてきました。そして誰もが憧れるアリが生み出したカラーアリログ C3 をルミックスで使えるようになったんです。逆に言えばもうこれ以上何を求めたらいいのかがわからないんです。それだけでなくルミックスは発売後のファームウェアアップデートでより改良を重ねるメーカーでもあったりします。大幅に正当進化をして心配なし、もう買いましょうとかそんな乱暴なことは言いたくありません。今回のレビューを参考にした後に各自で判断していただきたいと思っています。もちろんこの動画はもう一台お借りしたルミックス S1 Mark II で撮影しています。とても綺麗で美しいカラーで撮れていますよね。もしルミックスを使ったことがない方で今回のカメラに興味がある方は S1 Mark II で僕が撮影したサンプルの写真と動画データを無料配布するので、よかったら使ってみてください。ルミックスのカラーや画質表現を実際に扱って確認することができます。これは僕たちが運営するビジュアルパークから無料サンプルのダウンロードがすでに可能になっているはずです。よかったらチェックしてください。ということで今回も長くなってしまいましたが、最後までご視聴いただきありがとうございました。2018年に購入した GH5 から僕の映像キャリアが始まり、7年の月日が経った今、こうして次世代モデルのローンチに PR として携われていることがすごく嬉しいですし、チームアキアムービー実は全員ルミックスユーザーなんです。ルミックスからみんなカメラを始めました。今は他のカメラも使っているけれど、みんなで興奮できて夢中になって取り組むことができたプロジェクトでした。そして何よりミュージックビデオダイブの制作を通して今回のプロジェクトに携わってくださった全ての皆様に感謝いたします。数多くのルミックスユーザーとともに多くのルミックスカメラでこのミュージックビデオとこのレビュー動画の制作ができてとても幸せでした。
ルミックスをすでに知っている方も今回初めて興味が出た方もまずは一度今回のサンプル写真や動画に触れてみてください。それだけでも全てが十分だと信じています。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。かっこいいけこれは過去一長かったか